にちは。映画監督の是枝裕和です。今日はそして父になるの映像特典の、ビジュアルコメンタリーというのを収録するという初めての体験を僕はしているんですが、そのためにお忙しい中、2人のスペシャルゲストに、ご登場いただきました。自己紹介をよろしくお願いします。二宮亮太役やらせていただきました福山雅治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雄大は何雄大でしたか？佐伯雄大役をやらせていただきましたリリー・フランキーです。よろしくお願いします。大丈夫です。リリーさん、こういうビジュアルコメンタリーというのはやられたことは？コメンタリーはやったことは何度かあるんですけど、こう映されながらっていうのはそうなんですか。いつも声だけ副音声的な感じなんですか。そうだからもう大体グズグズになり、こんなにバッチリ映されるとね。もう撮影したのは、2年ぐらい前になるんですかね。そうですね。ちょうど2年前の3月の終わりぐらいにクランクインしているので、桜の時期に、ちょっともう忘れかけてるかもしれませんけれども、今日はいくつだろう、12345678910111215とか16とかシーンを選ばせていただいたので、改めて映画を一緒に見ていただきながら、楽しみです。思いつくままに思い出すままに、3人でおしゃべりをしたいと思いますので、よろ試し写会とくお願いします。カンヌでしかまだ見れてないので DVD に、ね、なってなかったので、ああそうですね。だから楽しみです。じゃあよろしくお願いします。どうぞ。失礼します。どうぞお座りください。ではお名前と年齢と誕生日を教えてください。野々宮啓太です。6歳です。誕生日はかなり最初に撮ったこれ初日だったんじゃないかな。初日でしたっけ。初日にこのシーンとこの後のはいロビーで3人が連れ立って帰ってくるシーンだったと思いました。なんかやっぱそう春の匂いが実際に春に撮ってる時しますよね。なんかもうね、負けてもあまり悔しがらないところが父親としては可愛い余計だ、ピーナッツみたいな形いいですよね。形いいね。お父さんとキャンプへ行ってたこ揚げをしました。これは前の日ではなくて当然当日にセリフを伝えてるんですよね、啓太に。そうです、その場で。その場ですよね。はい、ちょっとたどたどしい感じ、まあ多分彼の感じだったら前日伝えてもそんなにスラスラはならないと思うんですけど、でも当日伝えた方が。このテーマソングは脚本の段階からこの曲でっていうのがあったんですか？これはですね、脚本じゃないですね、編集を始めたぐらい、オフラインを始めたぐらいで、音楽は大体こういう方向でというのは、こういう啓太が習う練習曲的な音楽がいいなって、ピアノの練習曲を使おうと思ってたのは脚本の段階からで、いろんなそのピアノ練習曲風のものを当てて、脚本を自分の頭の中で当てながらというか、部屋に流しながら脚本を書いていて、これ違ったなとか、これはハマりそうだなっていうふうにチョイスをしていった方向性が固まったのは編集のもうに入って俺ます。も知ってる人で何人かいて結構多いらしいんですけど、この映画を見てしばらくピアノを大人になって弾いてなかったっていう人が、この曲の譜面を用意して改めて練習したりしてる。この後に出てくるシーンも、初日に撮り、でその後啓太が他の子供たちと一緒になんか、紙風船じゃないですけど作って、ビニール袋でお魚とかお化けとか作るんですよね。あれはもっと後に撮ったものを編集の段階でこの場所に入れようっていうふうに後でつけていったものなんですか？いえ、あれもね多分すぐだと思います。ああ、そうですか。はい、この直後じゃないかな。
あれすんごいたくさん待ってるんですけどね、フィルムがね。やっぱりそうですか。えいいところがね当然使われて。しかもねあれね、ただ膨らましただけだと、はこのネタバレしていいかどうかわかんないけど浮かないんですよ。い。へえ。ふーってやっただけだとポーンっていかないもんですから、ヘリウムから書いてる。ヘリウム入れてるんですよ。そうなん裏で美ですか。術の人がヘリウム入れて、じゃあみんなおかしな声な人がいっぱい立ってる。現場に。そうやって遊んでる人もいましたけど、なのでちょっと現実よりは高く上がってるんですね。それがでもだって子供たち任せですからね、うまいことそんな。そうなんですよね。だからうまい具合に画面の中に子供が上げたビニールの風船が入ってくる瞬間とかなかなかなかったり、ケータどこから撮られてるとか全然分かんなくなってるとか教えてないので、引きの絵の中でこうやり始めるじゃないですか。ですぐ外れちゃうんですよ、ケータあんまうまくないから。だからもう一遍戻して、でもこっから出ないでねって言っちゃうとそれはそれで変なので、結構あれ繰り返し、しかもスローで撮ってる、要するにハイスピードで撮ってるんで、フィルムがねこんなに初日から回して大丈夫かっていきなり僕緊張感のある目でスタッフから見られたんですけど、このペースでいくと大変だぞっていう感じでした。そこでいっぱい使った分俺のシーン短めで撮ってたんですね。フィルム節約の。そんなことはあのシーンが出てくると、ケイタ最初にお受験のために嘘というか本当はお父さんとたこ揚げしてないのにたこ揚げしてるということを言って、でその後にスローモーションでこう風船飛ばして遊んでる無邪気なシーンが出てくるとちょっと怖い人に見えるんですよね、ケイタが。この人なんかこの先とんでもないことをやるんじゃないかっていうのがすごく印象的で素敵だなと思いました。なんかオープニングのこの一連で不穏な感じっていうんですかね、なんか緊張感を持ったままオープニングが終わって次のシーンへっていうのは考えてたので。どうでしょこれリリーさんもいてみんないましたね、ここはね。はい。宿泊というステップに進まれては子供は早いもんですよ、慣れるのは。その段階に進むのはやぶさかではないんですが、この辺りはやっぱり世界中で笑いを生むシーンでしたよね、随所で。まあ俺だけ服装もさやってること向いてますからね。そうですね。なんかこうやってあってるのも結構食ったな俺ロブスターこのシーン。そうですよね。リリーさんだけが食べるっていう設定になってましたからね。そういうマニュアルでもあるんですか？そらそうやな。なんか不愉快やな。思いのほかうまくいくかもしれませんよ。なんせ血はつながってるわけですから、そのことが実感できる。ヤマト来るのも決まってたんですかね。ヤマト君のも決めてはいました。決めてはいた。はい。ただうまくいかなかったら前で切っちゃうと思ってたんですけど、絶妙のタイミングで入ってきたので、この子はやるなっていう感じが。まあお柴先生はもうかなりできる人でしたからね。そうですよね。なんか間のつかみ方がなんか指示を出してるわけじゃないんだけど非常にうまい子だったですね。何テイクかこれもやりましたよね。やりました。やりましたね。でも毎回ヤマトは面白かった。面白かったですね。もちろん証言も面白いんですけども落ちるんですよね。なんかね彼でそうなんですよね。彼で彼に期待しちゃいけないんですけど何かをついついでも頼ってしまう。そうですね。現場でなんかこう現場で彼のリアクションをこううまく取り込めないかなっていうのはなんかまたこういう話をファミレスでしてるっていう感じがなんかすごくこの映画っぽいっていうか、深刻になりきれないシリアスっていうんですかね。なんかその子供たちがこうわらわらしてる。はい、そうですよね。そうなんだ。みんなでお風呂入るんだ。狭いんだよ。これねいいシーンなんですよ。これは名シーンですよ。これ平成の名シーン。平成の名シーンですよこれ。流星君のママはどんな人？これ電車の中にレールを引いてちょっとずつ移動してカメラです。カメラが撮ってるんですけど、
普通あんまり電車の中でレール引かないんですよ。大変なんですよ、撮影部が揺れるので。揺れはどう対応したんですかこれ？これね結構揺れてんです。だからそれで NG 出たりもしてて、いろんなお芝居の NG もあったし、撮影がうまくいかなくてカットを重ねてるうちに予定の時間をオーバーしちゃって、これ走ってる間に取り切るはずだったのに駅着いちゃったんですよ。だからこれ実は NG、 最初の構想でいうと NG カットなんですけど、いやここからですよね。ここが良くて、ここからがすごいいいんですよね。これは取材でもよく福山君がここの暗くなってるところがいいっつってたね。これのね狙いじゃないんですよ。だからね、この2人がやっぱ良かったな。でこれもやっぱドアが開いて奥に人が行き来する感じが。エキストラじゃないですよねこれ？違うんですよ、本当のですよね。いやこれはもう奇跡の名シーン。だからね、思い通りいかなかったものの方がいいって時があるんですよね。見えなくなっちゃうんで暗くなっちゃって光が当たる、でも心情がよりよく見えるという、さすが是枝さん全部計算されてるんだ。そう思惑違い僕はこれ暗すぎないかな、映ってないんじゃないかなって心配してたんですけど、キキキリンさんが是枝さんはねNG シーンからいっぱい使うから気をつけた方がいいわ最初に言われましたね。そうだと思いますけど。これフィルムで少し上げたんですか？いや上げてないと思いますよ。これやっぱりもうあれでねフィルムがねあそこで落ちきるんですよ。全部回りきってアウトなんですけど、それ終わった時に撮影の滝本さんが「今のは良かったな」っつって「今のを使ってほしいな」って言ってたんで、で見たら圧倒的にこれがテイクが良かったですね。じゃあカメラマンとして撮れたっていう手応えがすごくあったんですね。だと思いますね。みんないいな。そうなんですよね。みんないい。みんないいんですよね。さすがにミユだけはガンを着せられましたね。ちゃんとこっちおいで。こっち来て。僕ねこの吹き方が好きなんですよね。このなんかこう毎日繰り返してることであるはずなのに、なんかこうもうこの先何度繰り返されるかわからないなっていうちょっとした不安が見てる側にあるから、なんかすごく特別なことに見えてくるっていうのがあって、そんなつもりで脚本に書いてたわけじゃないんですけど、日常の一コマとして書いてたんですけど、なんかすごくいいんですよね、家族とかね。それとやっぱマキさんがゴシゴシこするこすり方が強くていいんですよね。なんかこう優しく撫でちゃいそうな、心情的にはそんなシーンなんだけど、あそこはしっかりこう母親をしているっていうのが。また流星がああやって陽子ちゃんがゴシゴシしたりとか親の力出してきてる時はおとなしいんですよね。なんか他は暴れん坊なのにやっぱお母さんには逆らえない。そういったところを引き出すのもやっぱり流星のキャラクターですよね。そうですね。彼に引っ張り出される引き出された部分っていうのはたくさんありましたよね。ここは2日間ぐらい聞きましたね。これはリリーさんハードでしたよね。この場所は。失礼しました。ぐるぐる何度もぐるぐる回っていただいて。この店員の方は本当にここの店員の方。そうです。ですよね。はい、この前の時にコーラを出してくれる時のこうセリフ回しが本職だってすごくわかるんですよね。じゃあ2人ともこっちに譲ってくれませんか？これね、2人って啓太と流星。これは難しいシーンでしたよね。どうすればいいんだろうっていう。はいはい。ダメですか？ここはでもね素晴らしかった。何を言うかと思ったら。失礼よ、ちょっと何よ。いやでも
子供の幸せを考えた時にですよ。私たちの子供が不幸だっていうの？お金ならまとまった額用意できますから。金で買えるもんとな買えへんもんがあんねん。お前金で子供買うんか？この間は誠意は金だって言ってたじゃないですか。すいません、うちの人あんまり言葉遣いが。子供を見てますし。カツカレーのお客様、大変お待たせいたしました。なんかね、リリーさんがあれこう口が動いてるんですよ。なんかこう演歌歌手みたいに言う前にありがとうございますって言ってたので、あれがすごく良くてね。無意識ですよね。この後になんかカレーもらってて涙が出てるんですよね。情けなくてなんか。いや難しいというか、難しかったですか。一番ここでこれ言うんだっていうのが、そうそう、また世間話みたいなことして始まってからそこに行くまでのストロークが結構短いかったじゃないですか。しかもワンカットでね、行くから。これは挑みがいのあるシーンだなという。一番難しかったかもしれないですね、このシーン。どんな感じで言えばいいんだろうみたいな、すごくこう力を抜きすぎてもなんか、芝居するような見え方をするかもしれないし、かといって意を決してここで言うぞみたいなのもなんかちょっと違うんだろうなっていう、どの感じでその話、一番大事な話なので、どのトーンどの雰囲気でその話を切り出せばいいのかっていうのが結局分からないままやりました決められないまま本番に挑んでしまったという、僕も今改めて見てもっときっちり叩いてるつもりだったんですけどなんか全然衝撃が柔らかかったですいや始まる前も福山君が「なんかちょっと福山君叩くの嫌だな」とか言ってたら「いや僕はもう前にもこう例えばこういう人とお芝居してこうやって戦いたくなんかもう全然バチバチ来てくださいよ」って言ってたんで、ある程度俺きっちり叩くぞっていう気持ちはあったんですけどね、そういう感情じゃなかったんでしょうね。なんか朝からブルーでしたもん、現場に入ってきた時から「おはようございます」って言ったら瞬間的な判断ですか、じゃあ。そうなんですよね。力加減とかは多分もうその時のなんか感情なんだと思うんですけど、何テイクかこれもやったじゃないですか、多分全部多分違うと思うんですよ、そのリリさんのこの力加減と、あとちょっと胸ぐらつかむそのつかみ方のその力加減、総じて全部ソフトなんですけれども、それがでも結果として雄大なんだろうなっていう。そうですね。本当に僕が何かをこう書き込んだとか指示をしたというわけではなくて、雄大さんっていう人がこういう人なんだなっていうのをこう演じてもらった後に自分で納得したっていう感じでしたね、ここのシーンは。この人そうだ、こういう叩かない人なんだきっとっていう納得の仕方を書いておいて無責任かもしれませんけれども、そういうこう発見が一番楽しいんですよね。ここはそういう本当に。だから子供叩いたことない人に見えるんだよね。表現のことも大和のこともミュウのことも親として叩いたことがない人に逆に見えるのはそういうことなんですね。そうですよね。一見こうがさつそうで最初亮太はなんかこう怒鳴ったり叩いたりしてんじゃないかっていう、言ってましたよね。だけど違うんだなこの人ってやっぱりここでわかるんですよね。ここも平成の名シーン。そうですよ。これも平成の名シーンの一つですよ。これも。ここの見送るシーンの長さは是枝さんがこのシーン気に入ってるんだろうなっていうのがすごくわかるんですよね。すいません。これはでもね、これカメラがみんな、もちろん牧さんもいいんだけどね、このカメラがいいんだよな。カメラのこう粘り方がねちょっとたまんないんだよねこのち
ょっと心もとない感じがねあるけどね、このこっからここが好きたっぷりあるんですね。ここでこのすごくこのねゆかりのなんかお母さん像がすごく染みてきますもんね。何気ないシーンなんですけどね、ここだけ抽出するとね。お弁当もらいに行ってね、前ウインクされたのをウインクし返して帰るの見送るってだけなんですけど、でもすごく印象に残るんですよね、ここなんか。そうなんですよね。そのゆかりの自分が家庭のためにそのパートで働いていて、まあ、大変さはありながらもでも明るく前向きなゆかりの人間像キャラクターがすごくなんかブワーって出て、このシーンだけ撮ってる時よりもやっぱりこうつながった時のその説得力がものすごいですよね。あとなんかいつもキンキン言ってるけど、ここでなんかすごく可愛い女の人っていうかね、なんかこう愛情深いなんかこう人に見えますよね。笑える。ただいま。あ、帰ってきたみたい。ここは最初のフライ編集では実は落としてたシーンで、かなり最後の段階までねこれなかったんですよね。全員カットしてたんだけど、これ福山さん見ていただいた後にこのシーンはないんですかないんですかっつって連絡をいただいて、これあった方がなんかその夫婦の感じとか、みどりさんのこう追い詰められていく感じみたいなのがより出るんじゃないかっていうね、非常にこう監督目線のあと最初にみどりがなんか友達っぽく話してる感じとかを見ると、どんどんやっぱ亮太が阻害されてるのがすごくわかるんですよね、このシーンで。50過ぎたらサーフショップ開きたいって言ってる。今まで見たことなかった緑のトーンと怖い感じがやっぱりちょっとそうなんだよね。だから母親同士いろいろ情報交換しないといけないのよ。怖いんですよなんか入り口の電気ついてるのも怖いしね、なんかね世間話してるのは。いつもずっとキッチンに立って料理作ったりとか、良妻賢母で迎えてくれるのに、話が進んでいくにつれ、その亮太の疎外感もさることながら、緑の内面のやや崩壊していくかもしれない、もっともっとみたいなのが見えてて、なんかいろんなことがよりこう浮き彫りになる、亮太のことも、周りの人間関係のこともと思いましたね。このコメントに入ってないけど、やっぱそれも平成の名シーンだけど、踏切のところで亮太が車のガラス戸が立ってて、やっぱりそういうことかっていうじゃないですか。あそこからおっちょ境にこうどんどんその緑がなんか亮太に対してこう離れていってる感じっていうんですか、なんかね、だからこう今のところはすごくもうもう完全にこっち側にいない人っていうかね、なってる。大事なシーンでしたね。ありがとうございました。いや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 本当に助けられて今回。ケイタ、向こうのお家に行っても何にも心配しなくていいから。結構この瓦は取ること自体は苦労したんだけど、ここね好きなんだなやっぱり。ここいいですよね、この二人の会話。このね、なんだろうな、この川バックにした2人のパパよりもだ。このね、この後のね、立ち上がってね手伸ばすでしょ、こう背中いくじゃないですか、あの後の立ってる姿がねいいんだな。ちょっとこれ好きなんだな、これ。もう状況的にもこれ亮太かなり弱り始めてる頃ですからね、立ち方がちょっともうね
じいちゃんでもここは結構細かく是枝さんからもリクエストもあったり、こういう提案があったり、結構何回かやったところですよね。ここもすごく難しかったですね。そうね。パパよりもだっていう一言が冷たく響くだけではいけないし、それがこうなんだろうな、優しさだけでもいけないし、非常に複雑なセリフなので、でもその複雑さがなんかね、こう立ち上がって見送ってる目線の中にちょっと寂しさもあって、すごくこのワンカットはいいワンカット。啓太の首が傾いて写真撮ってるんですけどもあれは僕ちょっと傾くんですよ本当に。ちょっとこうなんか癖でギターのストラップを抱えて演奏して何十年経ってるんで、ここが緊張してていつもでなんかちょっと引っ張られてちょっと傾いちゃうんですよ。そしたら小江さんが途中でそれを発見したのか啓太に「啓太ちょっと傾けて」って言ってあれは福山君合わせの啓太の傾きだと。そうなんですよ。覚えてます？はい。そうなんです。あ、バレたと思ってちょっと戻そうかなと思ったから、でも啓太傾きちゃったから俺このまま行くしかないな。出たこの強烈な。お風呂は一人で静かに入れ。テレビゲーム出た。ここは大変だったでしょ是枝さんのねこの丁寧な語り口で意外と追い込むわけですよ僕らを。すみません、もうここはもうね、申し訳ないと思いながらでも見ててね、ここ本当面白かった僕見てて申し訳ないけどこの2人の大人がとにかく流星がねそちらのお宅に行ってからは相当大変だったと思うんですよね。あっちをこれだって僕流星呼んでいつも通りなんでだけ言ってればいいからねっていうことしか指示出してないんですよ。それがだからうまくこのなんか全問答みたいになってって結局それはなんでだけ言ってる人の方が勝っちゃいますよ。ですよ。だからそこでこうねなんかね大人のね理不尽さがこう身に染みちゃうじゃないですか。あとなんでの間がいいんですよ。素晴らしい。この辺はだからすごいよね。自分で見つけてるんだもんね。反応してるんですよね、きっと。聞いてるんですよ。いい目で見てるんだよね。しかもね。なんででもだ。なんででもなんで。イラつき始めてきましたよ。イラッとするんですよ本当に言い方がね。まあ困ってますけどね僕も。いやでもね。いやでもこの空気の重さがね。いいこれよくでもねここで歯ブラシ言ってくれたんで次のシーンで歯ブラシ使った落書きに行けたので。これ歯ブラシで落ちるっていうシーン、台本上はそうなってなかったんでしたっけ？なってなかった。そうなんですか。はい。あ、そうなんだ。はい。だからこのシーンの終わり方で次を考えようと思ってたので、そこはだからじゃあそこの歯ブラシに行くまでは福山君はセリフ通りで言ってるわけですよね。でもちょっと足しながらって。でもそうですね。笑っちゃう感じとかは全然僕は書いてないので、あの辺追い詰められて笑うしかなくなっちゃってるんですよね。追い詰められるんですよかなり。でこれ後で出てくるのかどうかちょっとわからないんですけど、出てこないですかねこのシーンだとね。一番最初に流星が家に来た時があって、焼肉すき焼き食べると思うんですよね。でそれまで合ってないんですよ、僕ら合わされてないんですよ、あえて。啓太とは撮影に入る前からご飯食べに行ったりとか。そうですね。顔合わせの時からもう別々でご飯食べらす。で会ってなくて、で撮影の本番で初めて会うっていうセッティングだったんです。それで
もう追い詰められてるわけですよ、僕も小野真知子さんも。でそれなぜかというと、僕らも一応気になるんで「これさ流星君ってどういう子なんですか?」それもこんなわんぱくが来るとも知らずにだった。ただ事前の情報として教えてくれるんですけど突然転んでギャグをやったりするんですっていうんで、なんか突然こう鼻から花が咲くっていうのがなんか流行ってるみたいで、ご本人の中でそれをやったりする。で本番やっててもカメラ目線になるんですマイクがあるとマイクを触ろうとしますみたいなマイナス情報のみを言われてて、そうでした。で「じゃあ本番お願いします」って言われて、で僕と小野さんはご飯の準備をして、待ってるわけですよ。本番用意スタートってなった時にもう何が起こるか分かんないから、もうどういうことするのか分かんないんで、僕も小野さんも緊張しまくって、突然入ってきてすっ転んでギャグやるかもみたいなのも、それに対応しなきゃみたいな感じでこうよっしゃもう何でも来い、どういう芝居っていうかどういうのでも対応してやると思ってこう待ってたら、ガラガラって入ってきてニヤニヤしながらスーッと来て普通に座ったんですよ普通に座られた一番想定してなかったことが起こったあいつ意外と緊張するんだよね、本番になると。だからいい緊張感で飯食ってるんで、だからお互いにだからよく出ましたよね、それがね初めてのシーンだったんですよ、それが。何もしなかったっていうのが予想外で。まあでもいきなりなんかこうなんか鼻から鼻が咲くのテンションで入ってきたらまた困るもんねこれも平成の名シーンの一つじゃないですか。これね。これ故障しちゃったかな。よし。この目がね目がもう心ここにあらず。キュイーン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 、ここかな、キュイーンキュイーンキュイーン、こうかな。夫婦で修繕ができる。どうなった？現場にいたスタッフが僕も修理されたいって言ってました俺も思いましたこの手がね、手いいんですよね。こうしてとは言ってないですか。ここはね回してくれって言ってると思います。でも回りきらない感じと、回したけどちょっと躊躇してる感じがねいいですよね。指が躊躇して、ここもまたゆかりの母でありながら女としての可愛さっていうのが出てる。これね、もう亮太がささくれまくってる時ですねこんばんは。これね、少年がめちゃくちゃいいんですよ。いいんですね。あいついいんですよ。引かないんですよね、彼が。ここのやっぱり亮太の敗北感がこの映画のすごく大きな分岐点だったかもしれないですね。これいいんですよ。僕のお母さんだもん。絶対引かないんですよ。これ台本ではこの前にもっと亮太が飲み屋とかで飲んでるシーンもありましたよね。最初の頃はありました。こう酔っ払ってきてる感じにしてたり、セリフももう少し実はあったりするんですけど、あの子が強いもんだからあの子を残す感じにして全然引かないから負けちゃったんですよね。この負けた感じから後ろ姿で本当はその後に
回想シーンが病院のちょうどこうはいはい啓太生まれた頃の回想シーンを挟んでありましたね最電話を初。するっていうのにしてたんですけどね、その回想シーンを落としたんですよね。すごい赤ちゃん集めて病院のこう新生児室作って撮ったのに全部カットして、電話へつないだんですけど、結果的にその方がなんか見てる人がこの亮太という男のその敗北から何を彼が考えたのかっていうのに、ちょっと僕もその回想があるよりもない時の方がスッと気持ちが寄ったんですよね、主人公に。それで落とした方がこっから先にこの人間を見ていく距離が近くなるなと思って、それで本当に申し訳ないんだけど落としちゃって。中村さんが実際にこう取り替える行為、意図的にっていう映像として撮ってたんですよね、それをね。取り替えるというよりはそのお祝いに来てる亮太たちにこう見せようとして赤ちゃんを抱いてるみたいな、多分その後をこう想像できるような形のリアルな病院のシーンを撮ってたんですよね。で母親と継母じゃないや継母と実の父と揉めるみたいなシーンも撮らせてもらって、なんかキキさんが来てた T1 みたいな時ではこの子供の強さがそれまでのストロークで説明できてないんじゃないかみたいなことを言ってましたよね、キキさんは。何の脈絡で彼が顔で出るのかみたいな。でも裁判所の外で座ってるちょろっと映ってますよね。ありますよね。キキさんも初見の段階で見てすぐのトークだったので気になったところ。そうすごいんだよな、やっぱな、キリンさん見てからでこう素早いんですよね、分析がね。遊んでないですぐ出んのよ。ミユにはやっぱり柔らかめなタッチなんですよね。これがまた平成の名シーンのこれ一番取材で聞かれた、そうですよね。一番聞かれたことは風呂の湯を飲むのは不衛生じゃないのかって言われたことですよね。やっぱりその緑色っていうのもやっぱりちょっと影響してるんですかね。目に入ってますかね。目に入っちゃってね。一発目は明らかに目に入ってましたね。そして多分ね、目に入ったなと思ってるのが俺の中でおかしくなっちゃったんだ。本気で笑ってるんですよね、あれ。何テイクぐらいやられたんですか。いや、何回かやりましたかね。これね2回やってます。はい。これはもうここはすごく是枝さんに細かく飲んで胸を押させて顔にかけるっていう爆笑しろとは言われてないですけど本当におかしくなっちゃったんでね。笑わせてそうそう、元気がない啓太をちょっとこう励ますみたいなことです。いや素晴らしい。そのね、なんかこう母親は故障したロボットを直すようにくすぐるんだけど、父親の口からねお風呂のお湯吹きかけちゃうっていうのが、まあ実際に是枝さんがやったことがあることなんですよね、これはね。はい。とても喜ばれました。ここな。これ是枝さんおすすめのここはねすごく好き。ここのね、そのさっき言ったいくつかのポイントの亮太で言うと、その最初の儲かってんじゃないかっていうのが一つあるでしょ。で選ばなかったんだけどケーキろうそく吹き消して、楽しそうに写真撮り合ってる手前の妻と息子をこう見てる亮太の目線っていうのでもう一つあって、まあいくつかこうあるんだけど、さっきのアパート行ったところもそうですし、でやっぱここのねここ確実に変わってんですよ、その表情が。顔が違いますね。顔が全然違うんですよ。で言葉
言葉の出てくる場所が違う感じがするんですよ。もっとこう奥の方から出てきてるんですよ。それがあんまりなんだろうな、撮ってるスタッフもみんなそう言ってたけども、それがなんかねお芝居で変えてるって感じではない気がするんですよね。こうそれがねとてもいいなと思って、ここでこの人変わってくんだろうなっていうのがちょっと見つけられたっていうんですかね、そういうシーンでした。本当に寝るまで待ってたとこですよね。そうです最初に、撮影にある前に寝かすんですよ本当に。で本当に大人たちがこう、寝かせるために静かに自分たちの持ち場の作業を粛々と進めて、寝たら始めますからっつってみんな静かにコソコソコソ。でもそんなんで本当に寝るのかなと思ったら寝るんですよね、子供だから。暗くして静かにしてると寝るんですよ子供。本当に寝たと思うんで。流星寝るとは思わなかった。啓太の方は多分寝るだろうと思ってて、緑との別れのシーンでこう触るところで本当に寝ててピュッてなるんですよね。で取れたと思って、流星証言は寝ないって言ってたのね最初。絶対俺そんな寝ないって言ってたのに。自分でですか？意外とコテッと言ってて、それがいい。でも寝る間見守ってる間あれなんですよね、亮太を演じる福山君の中の不正みたいなものがなんかこう守るべき大切なものとしての存在っていうのがものすごくこう現場的にも浮き彫りになって、それはその誰かの子供とか役柄の設定とかそういうことを超越した小さな命を守るっていうなんかすごい空気感がなんか感じたんですよね。そこから結局もし何か変わったとするならば、多分そこから導かれたトーンであるとか声の表情であるとかっていうことなのかなという、この壊れそうな存在を丁寧に扱わなければいけないっていう空気だったんですよね、なんか現場はね。来た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 。見てる。キャンプ興味持ち始めてる。これかっこいいよね。これちょっとアクション映画風に撮ろうと思って。ここはカッコつけてもいいんだろうなと思って。ここカッコつけて。これ椅子回すのにね、下にスタッフが一人いるんですよ。あ、そうなの。俺うまいこと回ってるなと思ったんですよ。いい具合に回すためにあそこの机の下に一人いてフォローして回して。もうこの辺りになってくると本当に負けたくないんですよね。もう向こうも本気なので。負けず嫌いが。ここもそうですよね。ここもそう。ここもだからなんか撮影がどうこうじゃなくて競争するよっていう感じでやってると、この子は本当に負けたくないから。このシーンも最初は実際のキャンプに行って撮ろうと思ってたんですよ。そうでしたよね。で台本上記念写真撮る時に一度キャンプに行ってて、もう一回行くのはどうなんだっていうような意見もあり、多分ね予算的なこととかねそういうこともあって、あんまり行かない方がいいかなって雰囲気を受け止めながら結果的にでもこのごっこにしたのが良かった。本当に夜のキャンプでテント張って本当に星空を見上げるシーンだったんですよ。それをこう疑似的な、
疑似家族が疑似的な夜空を見上げるっていう形にしたことでなんかそうですね。でも結果的にこっちのこれがねこれが良かったですね、これがだからその絵の代わりになったんですけど、よりいい絵になったしいいシーンになったなっていうのは、もう平成の名シーンですよね。これねあんまり言っていいかどうかわかんないんだけど、ここの流星証言のセリフはねアフレコなんですよ。そうですよね。じゃあ何お願い事したの？パパとママの場所に帰りたいって。この後のねごめんなさいもそうなんですよ。ごめんなさいがいいんですよね。ごめんなさい。これねアフレコでね100回ぐらい撮ってるんですよそれでなかなかこううまくいかなくて、それでね本当のお母さん呼んでそばにお母さんいてもらってのやり取りにしてそれで撮ってるんですけど、それがねまあいいかもうな公開もするんですよ。いいと思います。いやでも今のごめんなさい相当きましたもんね。そうなんですよね。だからそれは実際のお母さんとのやり取りの流れの中で言ってもらってて、なかなかやっぱりそのアフレコルームとかで妙に感情乗せちゃっても変だし、なかなか難しかったんですよね。かなり撮ったんですけどとてもいいシーンに結果的にはなりましたけど。何度もあちこちで喋ってるんですけども、僕が落としてたシーン脚ですよ本上にね。でカットをしたシーンでございます繰り返しになりますが、まず牧陽子さんにあのシーンは撮らないんですかと言われリリーさんに僕はここで一番泣いたというふうに言われそうですかっつって福山さんのところに相談に行って2人にこんなふうに言われたんですがってお話をしたら、福山さんに最終的には監督にお任せしますがこれ撮っていただいた方がこの後の迎えに行くシーンを啓太に会いに行くシーンを演じやすいので、撮るだけ撮っていただいて使わないとなればその方そういう判断をしていただいてっていう温かいお言葉を3人からいただいて。だってねカンヌの後のフランスの新聞もこの写真が載ってたわけですから、はい、本当にありがとうございました意外と撮りながらねやっぱ分かんなくなるもんなんですよねそのどのぐらい、多分みんな感じてたと思います監督の中では亮太がここで泣くっていうのはちょっとトゥーマッチだなみたいなのがあったんですか？その前のシーンでの撮れ高とかを考えていった時に、これがなくてもいけるんじゃないかっていう、こう思いになっちゃったんですよ。この前のシーンとか、前のシーンのベランダとかで撮れたものが良かったので、だとするとそれで行った方がっていう気持ちになって撮ると使いたくなっちゃうじゃないですか。で撮ればいいんですけどね。これがいいんですよそうなんですよ。そしてここでまたその福山君がどんどんその写真を見ながらちょっと思いが溢れてくるその表情もいいけど、そしてそれを見た中尾町が食べようかって子供みたいに言うじゃないですか。なんかそこがねいいんですよね。本当にありがとうございました。構造として多分台本上でも多分そういうふうに狙って書かれてたのかなと思ってたんですけど、要はその亮太という人間の目線というものが作品の要所要所で出てきて、見てるはずだった亮太、啓太のことも証言優生のことも見てるはずだった亮太が実は見られてた啓太にっていう逆転、一気にこれバッて逆転した瞬間に映画の中に散りばめられていた亮太だけじゃなくいろんな人の感情がギュッてなんか一気に集まるっていう。なので多分台本を読んで皆さんそこで
ぐっと泣けてたっていう、まあ言えば言うほどじゃあれですけどなんで分かんなかったいやいやいや分かってらしたんですよ、分かってらしたんです。書かれていたわけですから台本に。そうなんだけど、多分ねそこまで意味をね捕まえきれてなかったんだよな、きっとな。俺は台本の時にこのシーンで泣けたんですよね。それはなんかその今もう福山君が言ってたことと同じことなんだけど、亮太は見てるつもりで見てなかった、そして啓太は見ててたっていう、そのなんかこう暗喩があのカメラの中にこうあるじゃないですか、そこを知ってなんか情けなくて涙が出てしまうっていうか、見てたんだな、自分のことをちゃんと父親として見てたんだっていうこととか、僕はいろんな感情が一気にそうですね、ギュッてなるんですよね。こうなんか集まるそこにっていう。それまでなるべくその子供目線に入らずにこう大人の物語としてこう撮ってきてたのが、ここで初めてそのカメラがね向こう側へ回って見られてた自分と対面してしまうっていうのが、多分大きなそのポジションの変化がきっと見てる人の中でもね大きなうねりになったんだと思うんですけどね。よかったです。そしてやっぱり今のところでその亮太に対してずっと冷たくこう見てたところもちょっと亮太に感情移入する瞬間ですよね、なんか見てる人が。ここでまたスッと近づけるんだよね、きっとね。いやー、ここはもう平成の名シーン中の名シーンですよ。これはですね、もう啓太の背中に尽きるんですよね。また啓太の歩き方がなんかいいんですよね。啓太に会いたくなっちゃって約束破って会いに来ちゃった。パパなんかパパじゃない。これがねちっちゃくて聞こえなくてですねでも、まあ、これも本当取材でいろんなとこで話したんですけど、テイクワンの時にもう号泣してしまいまして全くそんなつもりもなく、そのドヤ芝居みたいになるつもりも全くなかったんですけど、泣けちゃって。これ声震えてるんだよね。なんかこの歩きにやられましたよね。やられましたね。僕もそうでした、現場で。またね、そのセリフがすごくいいんですよ、本の。それもすごく泣けるんですけど。ピアノもさ、パパもピアノ途中でやめたから。コントロールできなかったですね、これ本当テイクワンの時は。これ終わった後福山さんメールくれて、ちょっと予想外に感情が高ぶってしまったのでワンテイク目はあれかもしれない、どれを使うかお任せしますがっていうちょっとこう戸惑ったメールが届いたんですけど、実際には何テイク目ぐらいが使う？これ混ぜてるんです、実はテイクは混ぜてるんですけど。3回やったんでしたっけ？3回やりました。2テイク目を中心には使ってるんですけど、でも自分の中にこう言葉を探しながらこう喋ってる感じのがとても良くて、そして俺ここ結構取材でも言ってたんですけど、ここで福山君がすごく泣いてるはずだし、ここで監督も竹山さんも寄らないんだなって思ったんです寄らないんですよね。ここなんかバストショットぐらいにならないんだなって思って、啓太の顔も見えないんです、福山亮太の涙も見えないんです、ここはでも本当に2つが一つになる形を多分取ろうと思ったんで、ここはね前半割っといて最後は割らないっていうのは多分最初から決めてたんじゃないかな。もうだからそのインタビューとかで一番好きなシーンはみたいなアンケートとかあると、やっぱそのさっきのシーンからこのラストシーンに行くとこがやっぱいろいろあるけど好きなんですよ。大和すごいですよね。なんかすごい幸福感をこうやりながら幸福感を味わってたんですよね、この時。大和が両方に抱きつきに行く、で持っていくんですよね。
啓太を仲間に持っていくっていう。これやっぱ撮影も前のシーンは徹底的に竹本さんが日差しが来るまで粘ってて、ラストカットなかなか撮ってくれなくてこれももう有形待ちでクレーンの上でも戦国武将みたいな待ち方してましたもんね。ここはここでね、もう少し日が落ちるまで待ちたいって言って、ここはやっぱりあれですね。映ってるよりも肉眼だとかなり暗かったですもんね。暗かったですね。もうこれ映るのかなっていうぐらい暗かったです。これテイクを待っててちょうど風が来た右側の家の窓の外でまあ本当だ、シーツ揺れてシーツが揺れてるんですよね。クレーン相当揺れてるんでしょうねこれね。あれが良くてね。でこのエンドロールになって名前が出てきた時のカンヌでの拍手ね、ゾワーってなりましたよね。鳥肌びっくりしましたね。この辺りはずっと拍手でしたよね。なんだろう、やっぱその日本の感覚で言うとこういう静かでエンドロールを待って拍手って感覚じゃない、なんだけどやっぱ僕の感覚はエンドロールで主役の名前が出た瞬間にうわーっていう、そういうもんなんですか、やっぱカンヌフランスだと。気に入れば、気に入らなければもう出てっちゃいますこの段階では人が誰もいない状況もなきにしもあらずなんですよね。それははっきりしてるんですけどね。拍手でしたね、ずっとね。ずーっとです。本当はここで福山さんがモールでゴロゴロ回して子供2人と遊んでる絵も撮ったんですけど、いろいろスローモーションも撮ったりして、リリーさんがやってたのを福山さんがやってるのを撮って笑い声をここに最後の最後で足したんですよね。でそれがすごくなんか良くて、でもカンヌでは全く聞こえなかったですね。ティーチーンの時にそれ言ってる人いましたよね、あれは何の声ですかっていう、聞かれましたね。これだ。新鮮です。いつ見ても新鮮です。やっぱりセリフになってないいろんなシーンにやっぱりいろんな感情が表現されてるなというのを改めて見て、でもそれはやっぱり役者さんがねきちんとそこにいてくれるからできてると本当に思いますけども、確かに濃密かもしれないですね。いろんな意味で時間も感情も結構密度の濃いものになったかなと思うのは、やっぱりスタッフィングキャスティングがとてもうまくいった、全体的にうまくいった幸せな映画だなというふうに思いますね。とてもシリアスな題材をモチーフを扱ってはいますけれども、やっぱり今思い返しても現場の思い出というのは楽しかったなっていう思い出ですし、その後のねカンヌの映画祭に始まってその後の展開を考えても非常に幸せな育ち方をこの1年、撮影からは2年経ちますけどもしてきたなというふうに思いますね。撮影からこの今ねコメンタリーやるまで2年だとして、なんかずっと2年間この作品と生活をしてきたので、なんか寂しいですね。そうですね。次なんかね
これは編集でなくなったエクストラです。はい、これ父の日の。いや本当。まあ俺もフラメンコ長くやってましたから、まあ、出ちゃうんですよ自然に。これ台本でフラメンコとか書いてありましたっけ？ないですよね。初めて見た。踊るとはありましたね。踊るって書いてましたね。この時に大和も加えさせたらまた大和も踊り出したんですね。踊りましたはい。そういうカットもありました。だから大和の加え出してから踊り出すまでのもう間髪入れない感じとか天才的でしたよね。初めて見ましたねこれ。これティーチンやった時にこうなんかいろんなやむなく落としたシーンはどこですかって聞かれた時にふっと真っ先に思い浮かんだのがこのシーンだったんですけど。入ってても全然違和感ないですしね。時間もう本当に時間の尺の問題だけで。あってもよかったかもしれないで結局そのソファーの間から亮太に作った紙の出てくるじゃないですか。だからこれも伏線にはなるんですよね。そのつもりでね。こんなに喜んでた片方の親ともうどこに行ったか分かんなくてぺちゃんこになってるっていう。入れようかね。入れますか。DVD ではね。ね。それも踏まえてじゃあちょっと。はい。いやでもこれは好きだったですね。こうね切ないんだよね。啓太がね。啓太は聞こえないわけですよ。約束やれ。いじめてもええで、大和とみゆ。まあ子育てはピッチャーやないキャッチャーやない。来た球をこう受け止めんのよな。まあ言うてもまあ俺は50型やからもうピッチャーやりたくもできへんけどな。流星。あ、流星。ありましたね。これはこれでねいいシーンなんですよ。ここはでも子供たちの取り決めがあったっていうのは、ここの辺の、あってもいいですよね。そうなんですよね。これ子供の側の物語を増やしていくと、今の前半のシーンはあった方がいいシーンなんですけど、そういうのを散りばめていくと写真の中で初めて子供目線になるところがちょっと薄れるなと思って前半は切ったんですね。それは多分ね間違ってないと思うんですけど、後半もすごくいいシーンなんですけど、ずっと亮太はこうエースで4番で雄大さんはキャッチャーって野球に例えるとそういう子育てに対してどういうふうにこうポジションを取ってるかっていうのを考えた時にそういう描き方をしようと思ってたんですけど、意外とそのままいっちゃったんですよ僕これね。あとどうでもいい伏線ですけど、やっぱここで50型で投げられないっていうのはブラジル人の鍋さんにも言ってるんですよ。それをここで受けようと思ったんですけどそれを受けてるのはね惜しいんだよな。それは受けたかったんだよな50型な。確かに子供たちの約束、流星と啓太が明確な意思を持っているっていうのが見えるとなんかちょっと全体が違って見えてくるんですね。子供が操作してる部分が見えない方がやっぱりいいですよね。それがあったにしても。さてこんな形で進めてまいりましたけれどもいかがでしたでしょうか。ビジュアルコメンタリー。僕一番最初にこの映画がつながって是枝さん的判断で見ていいですよってなった時に、完成の前に一回見せさせていただいたことがあっ
たんですけど、あの時の最初の感想が、まあそういうふうに多分是枝さんに言葉として伝えたかどうかはちょっと記憶はあやふやなんですけど、濃密な映画だなと思ったんですよね。いろんな人の感情が、登場人物の感情がもうぎっしり入っていて、ものすごく濃密な映画だなと思って、で今日改めて各シーンをこういう形で見て、もうそれはやっぱ感じましたね。いろんなもの入ってるなって。具体的に言語化やセリフ化されてない感情がものすごく入ってて、どのシーンも意味を持ち、いろんな各シーンに作用していて、有機的に作用している、その濃密な映画だなっていうのを改めて感じました。ありがとうございます。どうですか？なんかやっぱこうそのこの今そうやってフィルムじゃないもので初めて見ましたけど、こうやってこうモニターで見てもなんだろう、あの時の空気感とか人の匂いがすごく伝わってくるし、なんかね、いろんな人がなんかこうその空気を共有できるなんかこう体温がこうある作品ですよね。なんか意図してないものがたくさん映っているので、なんか古くならないですし飽きないですよね。そうかもしれないですね。嬉しいですけどね。本当楽しかったですね。撮影からその今日に至るまで、この作品に関わってたこの時間が、そう言っていただいて本当に作品も喜んでると思います。本当にありがとうございます。こちらこそ本当に。